はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの VZ シャーシ、これもね BMAX マシンとしてほぼほぼ完成したので、チャプター2というかシーズン2というかシリーズ2というかでね、これ分解して作り直そうかなと思ったんですが、これはね残しといて新しく VZ シャーシ組み立てて、こいつとどう変わったのか、これよりね速いマシンになったのか確認したいので、これをねそのまんま取っておきたいと思います。で、今回作っていく VZ シャーシ、このシリーズはビギナーさん向けでやっているので、初心者から中級者、簡単なギミックマシンっていうのを今回から作っていきたいと思います。ただ一つ縛りをつけるとすると、こういったカーボンパーツ使わないで FRP のみで作っていこうと思ってるんですよね。理由は単純にね、ミニ四駆始めたばっかりの方、このカーボンパーツ、例えばこのリアマルチでだいたい1000円ぐらい高いじゃないですか。 FRP だと値段がだいたいその3分の1ぐらいになるので、こっちの方がねいいんじゃないのかなと僕はね個人的に思ったんですよ。これからの動画を参考に作る際に多分ね失敗することってあると思うんですよ。いきなしね同じように作るのって難しい部分があると思いますので、手に入りやすい FRP のパーツ、こちらを使って作っていきたいと思います。まずこのセカンドシリーズ、元となるマシンを作らなきゃいけないので、今回はこのシャーシで各パーツ類を取り付けて、とりあえず動く状態にしていきたいと思います。こちらの BMAX マシンでやった取り付け方法で、まずこいつは組み立てていきたいと思います。まずはじめに、これがね一番悩んだんですよ。タイヤ何使おうか。で、今回使おうかなと思っているのがこちらの小径のスーパーハードタイヤ。これがねなかなかのレアパーツ化してるんですよ。これは TRF のブラックスペシャルという限定キットの中だけにある小径のスーパーハードタイヤなんですよ。でね、このキット自体がほぼほぼ最近見なくなって若干ねプレネ化してるんで、このタイヤ自体も手に入りにくいんですよね。それで中級者の真ん中ぐらいだと、僕自身の個人的な考えだとペラタイヤってもう OK だと思っているですよね。なのでペラタイヤもいいかなって思ったんですが、作れないっていう方もいらっしゃいますし、こういった小径のローハイトタイヤ、外径が 26mm になるものですね。これをポン付けで取り付けてもいいかなと思ったんですけど、そうするとポン付けレギュとさほど変わらないから悩んで、ペラタイヤできる方は26mm 系のタイヤだったり台形タイヤなんかを削って 24mm にできるサイズ、もしできない方はこちらのタイヤを入手するか、ハードタイヤだったら小径の 24mm タイヤ、模型店さんとかミニ四駆専門店、ミニ四駆ステーションなんかでねカスタマーで扱ってるので手に入れやすいパーツなので、それでもいいかなと思ってこのタイヤにしました。本当はねスーパーハードじゃなくてカスタマーで取れるハードタイヤ使いたかったんですが、ちょっとね手持ちでなかったので、今回はこちらのスーパーハードを使っていきたいと思います。ペラタイヤの作り方に関しては以前僕が動画でこういった何ていうんですかね、ワークマシンで作る方法っていうのを、お手軽な方法ですね、紹介していますので、気になった方見ていただけたらなと思います。いずれねタイヤもペラタイヤに交換する可能性があるので、とりあえずね 24mm、 これだったら市販されているサイズプラスペラタイヤでも作れるサイズということで、今回はこのなんとなくねいいとこ取りのタイヤを使っていきたいと思います。では早速各パーツを取り付けていきたいと思います。こちらのホイールはすでにホイール貫通が終わっていて、 72mm のノーマルシャフトチェッカーで曲がりのないものを選んで使っていきたいと思います。まずはねこんな感じで片方だけシャフトを通しておきます。クラウンギアはピンクのノーマルのものですね。これもね以前いろいろねギア試してみた時にカーボンよりもこっちの方がスピードが出たので、今回もこれを使っていきたいと思います。
もしかしたらね、変えていく可能性はあるんですが、とりあえずこちらの BMAX マシンに合わせて、まずはね、ポン付けでやっていきたいと思います。スパーギアは黄色のものを使っていきます。今回ね、カウンターギアの方は、前回、こちらのね、BMAX マシンでカウンターギアの速度の比較っていうのもやったんですが、タイヤ径が BMAX マシンよりも2ミリぐらいちっちゃくなるので、この 3.7 対1のギアを使っていこうかなと思います。コースレイアウトによってこの 3.7 対1のギアか 3.5 対1のギア、この辺はね組み合わせて交換してセッティングしていこうかなと思っています。まずこんな感じでね普通に取り付けました。シャーシに当たる面はねこんな感じのオイルペンだったりグリスを塗ってなるべく抵抗にならないようにしてあります。軸受けの方は HG 丸穴ボールベアリング、こちらを使っていきたいと思います。このホイールは段差がないのでベアリングワッシャーを入れて軸受けを入れて、今ね脱脂した状態なのでオイルを1滴入れて取り付けていきます。次はフロント側ですね。フロント側もピンククラウンギアを使って側面グリスを塗って入れて、もう手順はね同じですよね。はい、こんな感じでタイヤとスパークラウンギアが取り付けが終わりました。こんな感じですね。なんかだいぶ 24mm だけどちっちゃい気がしますね。でね VZ シャーシここのギアカバー出ているのでそんなにちっちゃいタイヤ取り付けられないんですよね。だいたい確かね 23.5 とかで地上高 1mm が切るか切らないかぐらいだったので、もしねタイヤ径小さいベラタイヤ使う際はここのねギアカバー注意していただければなと思います。この部分ですね。最悪ねちょっと削って地上高を確保するっていうのはありかなと思います。一応現状でスルスルっと入りますね。 24mm だと 1mm ないぐらいは一応まだ余裕があります。次はプロペラシャフト。これはね 1.4mm 中空軽量プロペラシャフト、こちらを使っていきたいと思います。スーパーワン TZ シャーシ用って書いてあるんですが、ちゃんとここにね VZ って書いてあるので、こちらのものは使えるパーツとなっています。これも入れてみて、このプロペラシャフトを動かした時こうクラウンギアに当たるようだったらちょっとね叩いて詰めてあげます。今回のプロペラシャフトは当たりますね。こういった平らな面でほんとね軽くハンマーでコツンってやって、はい、これで若干ね当たらなくなったので、とりあえずこの長さでやっていきたいと思います。あとはこのプロペラシャフトが乗るところ、こういったね受けの部分、こういったところは摩耗しやすいのでグリスを塗っておきます。はい、取り付けるとこんな感じですね。あとはね先にこの辺のスパーとかクラウンもグリスを塗っておきたいと思います。はい、グリスの方が終わったので今度はターミナルとかを取り付けていきたいと思います。まずはフロント側、もうこれはね普通に取り付けて、スイッチはね赤の A パーツがあったのでこれを使いたいと思います。ちなみにターミナルはキットに付属している同ターミナルですね。でモーターの方のターミナルも取り付けてあったものがあったのでこれを今回使っていきたいと思います。一応スポンジの方を挟んでターミナルと電池の接点圧も確保しておきたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっとスポンジ大きかったかなって感じなんですが、大丈夫だと思うんでこのまま使っていきたいと思います。厚さはね 2mm の青のスポンジですね。でモーターの方は今回はこちら、とりあえずハイパーダッシュモーター3ジャパンカップ2021のものを使っていきたいと思います。アケポンでねとりあえず取り付けて
いきます。こっちもね同じモーターですね。ちょっと回転数とかね測ってないんでどれぐらいなのかわからないんで、とりあえずねアケポンの状態で使ってまずはね走らせられる状態にしていきたいと思います。少しだけモーターのピンの部分を傷をつけて、黒いカーボンピニオンを取り付けていきます。そうするとこんな感じ。ちょっとねこちらでも以前ご紹介したんですが、モーターのこの部分に隙間があるので、これをね埋めるためにマルチテープでこことこっちはねちょっとねこの A パーツの方に入った方が調整しやすいので貼って、このモーターの位置をこの状態でも少し後ろ側に行くように調整していきます。これはねこういった民手とかを何枚も重ねて、ちょうどねここにつくかつかないかぐらいまで重ね合わせて貼っていきます。はい、民手の方が貼り終わりました。こことここですね、どっちもね5倍ずつ貼りました。これで入れてみるとこんな感じで、ここの隙間がほぼほぼねなくなりましたね。でもねそんなにビタッとこういく感じじゃなくて、ちょっと当ててるぐらい、そんな感じの調整になっています。で今度はカウンターギア、こちらもベアリングは620ベアリングを入れていたので、この脱脂が終わっているベアリングを入れていきたいと思います。シャフトはフッ素コートのやつを使っていたので、そちらを使っていきます。これですね、見た目はねちょっとノーマルよりも黒っぽい色になっています。とりあえずベアリングを取り付けてオイルを入れて、この中にもオイルを入れて、一応ねグリスも塗っていきます。はい、グリスが塗り終わりました。ギアカバーを取り付けて、モーターの押さえの A パーツを取り付けて、バッテリーホルダーこちらも取り付けて、これで完成ですね。あとここビスを入れて終わりですね。とりあえずね最近はねトラスビスの長いのを使って留めています。短いのだとね舐めやすいんですよね、シャーシの方が。はい、これで完成です。はい、ということでベースとなるマシンのね、なんていうんですかね、シャーシの部分、一応動く状態にしました。こっからフロントバンパー作ったり、リアバンパー作ったり、提灯とかね、現代ミニ四駆のよくある、そんな感じのギミックを搭載していきたいと思います。使うのはね、先ほど言った、この FRP のプレートのみでやっていきたいと思います。それで、せっかく走る状態にしたので、電池の電圧を 3V にして、この状態で今何キロ出るのか一応ね測ってみたいと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。何キロ出るんですかね。はい、こんな感じです。アベレージが 33.25、トップスピードが 34.24、いい感じのスピード出たんじゃないですかね。以前こちらでカウンターギアを交換してスピードチェックした時 3.7 対1のギア比、この時がアベレージが 34.30、トップスピードが 34.68 ということなんで、トップスピードは 0.4 キロぐらい落ちて、アベレージは1キロ弱ぐらい落ちてますね。まだアケポンのモーターなんで、スピードの上がったり下がったりっていう落差があるのかなと思います。タイヤ径が小さくなっているので、最高速が落ちている。ですけれども、そこまで変わらないところかなという感じですね。現状、こっちのマシンは4対1のギア比なんで、その時のスピードが、トップスピードが 31.95、アベレージが 31.73。ここだけね、比べてみると、もうすでにこっちの方が速いんじゃないのかなっていう感じはね、しますよね。ちょっとモータースペックがね、違うので、同じハイパーダッシュだとしても、
もしかするとこっちの方が速いモーターっていうことがありえますので、その辺の差っていうのはあるとしても、まあまあ同じぐらいかちょっと速いかぐらいなんじゃないのかなと思います。やっぱこのタイヤ系って重要ですよね、こう見ると。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いや、ネイビーのシャーシね、かっこいいですよ。ネイビーっていうかダークブルーだったっけだ。とりあえずね、濃いブルー。またね、赤の A パーツ合いますよね。こんな感じで。スイッチとかね、色変えると分かりやすいんで、僕はね、比較的変えるんですけれども、またね、このマシンがどんな風に仕上がっていくのか、僕も楽しみですし、皆さんも楽しみにしていただけたらなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。